for writers and actors, we hear all the time, like, looking to hire writers and actors who bring diversity. I'm not looking to bring on any more clients who are white. I mean, like, just like if you say whatever, I don't know, whatever 10 or 15% of the population is gay, I would guess that 30 to 35% of our top writers are gay. And so I think a lot of them lean into trans stories more than your average straight writer would. We have so many shows where we're casting and we're like, we're not even going to see, certain people for it because we need that particular role to. So is it intentional that they want, like, they only look for diverse candidates for certain roles? Yeah. 通勤通学中の皆様おはようございます。ドクターの世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、ハリウッドからの話題になります。今回ですね、Amazon ビデオと Amazon スタジオの創設者であり、元ディズニー幹部でもあるとある人物が、現代のハリウッドというのがどれだけひどいことになっているのか、これを語ったというんですね。これに関しましてはですね、このチャンネルずっと追ってきているトピックでして、もうまさにね、これが全て繋がった形になっているんですね。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。今回ですね、Amazon ビデオと Amazon スタジオの創設者、この方ね、元ディズニーの幹部でもあるんですが、ロイ・プライスという人物がいまして、この人がですね、今回、現代のハリウッドというのが、いかにひどい制作体制になっているのか、ここに言及したというんですね。で、冒頭でもお話ししましたが、これに関しましてはですね、特に根本となっている脚本家組合 WGA の腐敗ですね。このあたりも含めまして、このチャンネルでずっと追ってきているトピックなんですね。そして今回ですね、このロイ・プライスの発言が、もうまさにね、全て繋がるものとなっていたんです。Amazon スタジオの創設者、Modern、映画は実際に質が落ちていると認める。ということで早速ですが、こちらですね、Modern あります。こちらが本日のキーワードになります。Modern。現在または最近の時代に存在している、あるいは最近発展した考え方、方法、様式を使用していること。ということでこちらのね、Modern というのは日本語でもモダンと言いますよね。あのことです。つまり現代的とか近代的、こういった役になります。で、これがね、一般的な解釈なんですが、最近はですね、このワード、ウォークですね、お目覚めの文脈で使われることが非常に多いワードとなっておりまして、その場合はですね、皮肉のこもったワードになるんですね。ですので、その場合は、例えば、今時のとか、いわゆる現代的なとか、そういったニュアンスになるんじゃないかなと思います。ということで、こちらは、Amazon スタジオ創設者、今時の映画は、実際に質が落ちていると認める。Amazon スタジオの創設者であるロイ・プライスは、最近、今時のハリウッド映画は過去の作品よりも実際に質が劣っていると認め、ハリウッド全体に深刻なクオリティの問題があると述べた。ロイ・プライスは最近のサブスタック記事の中で、これは記事を執筆して、それを配信することができるプラットフォームですね。近年のハリウッドスタジオが制作している映画の質が実際に低下していると指摘。彼はニューヨークタイムズが選んだ21世紀の映画ベスト100とその公開時期について論じた後、次のような自身の考えを述べている。誰も話せないことだから、ここでひっそりと話せるのはありがたいんだけど、実際に映画は悪くなっていると思うんだ。そして彼はテレビシリーズにも言及し、IMDB で8点以上の評価を得る作品の数が2020年以降、著しく減少していることを指摘した。さらにプライスは、ハリウッドにはクオリティの問題があるという自身の見解を繰り返し、複数の要因が絡んでいるように思えるが、とにかく質の面で何か悪いことが起きているのは確かだと語っている。こちらがね、そのロイ・プライスですね。ロイ・プライスは元 Amazon.com の幹部である。Amazon では13年以上勤務し、その間に Amazon ビデオ及び Amazon スタジオを創設した。2017年、セクハラ疑惑により停職処分を受けたが、法的に起訴されることはなかった。また彼はかつてディズニーの幹部として、そしてマッキンゼーのコンサルタントとしても働いていた。ということでね、かなり凄まじい経歴となっておりますが、ここね、2017年、セクハラ疑惑により停職処分を受けたということで、この年はね、MeToo 真っ盛りでして、ジョン・ラセターも2017年でしたよね。構造もね、非常に似ている一件となっています。この問題の根本的な原因について、プライスは映画やテレビ番組を作っている人たちが、単に以前ほど才能がなく、優秀でもないと述べ、こう続けている。まるでレンブラントが亡くなった後、市場が彼の絵のスタイルは他の画家に劣等感を与えるから基準をもっと下げないといけないと決めたかのようだ。つまり現在のハリウッドというのは過去の才能のある人たちの仕事に追いつこうとするのではなく、いい映画の基準というのを下げることによってみんながいい仕事をしたかのように勘違いできるようになっていると。で、ここの部分なんですが、皆さんお気づきになりました？このチャンネルでもね、以前取り上げてるんですよ。もうほんとね、そのまんまです。
こちらですね、フィルムスレッドさんになりますが、約20年間、プロの脚本家として働いてきた白人男性からの告発というのがあったんですね。で、ここではね、ざっくりと何を語っているかと言いますと、今まではね、ストーリーとかキャラクター、あと誰をターゲットにしているのか、こういったのを踏まえて創作というのに集中してきたんだけど、2019年以降は、その作品によってどれだけ社会的メッセージを伝えられるかというのが会議の中心になってしまっていたんだと。これさっきのロイ・プライスさんのね、2020年以降 IMDB のスコアが下がってるっていう話と時期一致してるでしょ。そしてストーリーやキャラクターっていうのは二の次になって、若くて経験の浅い人物というのが次々に幹部になり、方向性を主導するようになったんだと、このように言ってるんですね。これね、もう1年以上前の記事になりますが、今回のね、こちらの記事ではロイ・プライスさんほぼ同じことを言ってるんですよ。そしてこちらではね、WGA 脚本家組合ですね、この腐敗についても書かれていまして、WGA 自身が発表した2022年のインクルージョンと公平性に関する報告書を見てほしい。 WGA のウェブサイトでは、ライターのプロフィールを作成する際、異性愛者であるかどうかを示すチェック欄は1つだけ。一方でトランスジェンダーに関しては3つの選択肢があり、 LGBTQ に関しては6つも存在する。ウィッチャーの素晴らしい脚本を書くのに、こうした統計が一体何の関係があるというのだろうか。それがね、実際のこちらの検索ボックスでして、ここね、女性、男性、ノンバイナリー、そしてトランスジェンダーで、その下トランスジェンダー女性なのか男性なのか、でさらにその下すごいですよ、ここね、障害の項目があります。このような考え方は2023年のストライキ前に開かれた WGA の社内会議でもはっきりと現れていた。お金の話はほとんどなし。その代わりに出てきたのは、業界内に十分な多様性がないという不満のオンパレードだった。これらの新しい幹部たちは若くて実績もなく、損益の基本すら理解していないような人間たちだった。ストリーミング戦争が始まり、資金がジャブジャブと注がれるようになると、経験豊富なベテラン幹部たちはそうした若手に仕事を任せ始めた。彼らはヒーローの物語に関心を持つのではなく、過不調性を打破することにばかり熱心だった。そしてここですね。現実としてここ5年間、経験と実績を持つ白人、異性愛者、男性の脚本家や監督たちは、業界の中心から排除されてきた。ある時僕のエージェントがこう言ったこともある。今は脚本募集案件にもテレビのライタースタッフにもあなたを売り込むことができない。なぜなら幹部たちはバイポック、つまりは非白人ですね、や女性 LGBTQ の脚本家の視点で語ってほしいとしか言わないからだと。中には脚本スタッフの40から 50% を有色人種で構成しなければならないという事実上のクオータ制を導入した番組すら出てきている。で、これをね、さらに裏付ける話というのがこの5ヶ月後に出てきまして、流出したビデオによりディズニー幹部が退社に追い込まれる。ということでね、こちらも以前お伝えしました。とあるね、ディズニー幹部がいるんですが、この人がですね、マッチングアプリをやっていたんですね。そしてそれがね、発見されまして、女性のジャーナリスト2人が彼とマッチし、ディズニーの内部事情というのを聞き出すんですね。そしてこの彼、全部喋ってしまいました。ディズニーのシニア VP、マイケル・ジョルダーノにとって、この週末は相当なものだったに違いない。彼が、ディズニーは白人男性を雇わないと語る映像がリークされたのだ。その映像では彼が何者かと話しながら、これが相手の女性ですね。自分のような白人男性は昇進の対象から外されているとも述べている。ということでこれ、先ほどの WGA の構造と同じでしょ。これはディズニーの話です。で、その中でも衝撃的だったのは、黒人の血が入っていても優遇されるわけではないということなんですね。何が重要かというと、肌の色の濃さで黒ければ黒いほどいいというんですよ。なので、例えばね、白人とのハーフで黒人の血は入っているんだけど肌の色が薄い場合は採用されないんだと。これはまさに DEI の欺瞞を象徴していて、目的は弱者の救済じゃなくって、ただのチェックボックス採用ということですよね。では最初のロイ・プライスさんの記事に戻りますね。現代のハリウッドのクリエイターたちは強いキャラクターを作れていないと述べており、例としてザ・マテリアリストやエリオを挙げている。マテリアリストってこれですね。ダコタ・ジョンソン、クリス・エヴァンス、ペドロ・パスカルが出ている。これはね、プロモーションがちょっとね、プクタにとってはきつすぎて見てられませんでしたが、ひどかったですね。これとエリを例に挙げていると、キャラクターには個性的な背景がなく、全てが凡庸だとストーリーは始まりようがない。実際の誰かのようにリアルであるべきだし、なぜその人がそのような性格になったのか、観客が理解できるようにしなければいけない。これは長年にわたって多くのジャンルファンから出ている不満であり、特にディズニーの大型フランチャイズでは顕著だ。視聴者のみならず、俳優のマーク・ハミルでさえも、ルーク・スカイウォーカーの描写についてルーカスフィルムを皮肉っている。ジェダイの帰還とフォースの覚醒の間にはものすごく大きなギャップがあって本当に悩んだよ。どうしてあんなにも楽観的で前向きだったキャラクターが不機嫌で自暴自棄になり、人が島に来るのを拒むような男になってしまったんだってね。インディ・ジョーンズと運命のダイヤルでもインディは同様の運命をたどった。ポップカルチャー評論家のゲイリー・ビュークラーはこう語っている。キャスリン・ケネディとルーカスフィルムはまたしても愛されてきたキャラクターを冒涜した。
今回、彼らがまだ手をつけていなかったキャラクターがついに標的にされたんだ。そう、インディ・ジョーンズはアジェンダの祭壇に捧げられ、ブルネットのイギリス人女性を持ち上げるための犠牲者となった。最後にプライスはスタジオに向けていくつかのアドバイスを述べて締めくくっている。彼が強調したのは、並の作品では意味がなく、卓越した作品こそが必要だという点だ。まあまあいい程度の作品じゃ人の心は動かせない。卓越したものだけがそれを成し得る。そこにたどり着くのは簡単じゃない。何度も書き直し、意見の衝突、そして本物の開発プロセスが必要なんだ。さらにこう付け加えている。観客と感覚を一致させろ。クオリティに取り憑かれろ。まずは最初の10ページを完璧に仕上げることから始めるんだ。はい、ということで本日はですね、Amazon スタジオの創設者として知られておりますロイ・プライスが、現在のハリウッドの制作体制を痛烈に批判したという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか？どうですか皆さん。これまで見てきたこちらの話なんかと、完璧にリンクする話でしたよね。この流れを考えても、今回のね、この話というのは、本当なんでしょうね。で、最近ね、これちょっとね、単独で扱うか迷ったんで、ここでお話ししちゃいますが、これをさらに裏付けるような、そんな話というのが一つ出てきたんですね。彼らは率先して既存 IP の再解釈に乗り出し、人気のあったコミックや小説、リメイク作品を娯楽ではなく、何かを主張するプロジェクトへと変えてしまった。元の素材に敬意を払わないのなら、そもそも IP を使う意味があるんだろうか。そして WGA も彼らの流れに追従し、新たな会員を獲得するために自分たちの既存メンバーの多くを見捨てるような形になった。そしてまだ実力が十分ではない新しい世代の脚本家たちが登場し、彼らが関わった作品の多くは一般の視聴者が見たいとも思わず、共感も得られないものばかりだったということだ。そして今回こんな記事が出てきました。Netflix は視聴率の低さにもかかわらず、掛け狂いの実写化作品ベッドの続編制作を決定。ショーランナーは原作を再現しようとする意味はないと思ったと語り、原作改編を認めた。ということでね、こちらご存知の方も多いかもしれません。日本の人気漫画、掛け狂いの海外版の実写ドラマですね。日本ではなくて海外版の実写ドラマ。これベッドと言いますが、この視聴率かなりね悪かったと言われているんですが、今回ですね、シーズン2の制作発表というのがありまして、あろうことかですよ。こちら、Netflix のね、公式メディア、トゥドゥム。これ Netflix のロゴが出る時の、トゥルーンの擬音です。これトゥドゥムと言いますが、この公式メディアでですね、こちらです。ベッドの制作チームが掛け狂いにインスパイアを得たシリーズを制作しようとした時、原作を再現しようとする意味はないと分かっていました。というのも、原作はそれ自体で完成されていて、完璧に機能しているからです。と、監督兼ショーランナーのバリーは、Netflix に語っている。だからこそ私たちは、掛け狂いが持つと、大胆さ、楽しさという精神に導かれる道を選びました。そしてその結果として、原作から生まれた新たな解釈の作品を作りました。それは原作に敬意を払いつつも、置き換えようとはしていないのです。ということで、このベッドという作品はですね、一応ですよ、掛け狂いにインスパイアされた作品と、そういった立ち位置になってるんですね。そして掛け狂いというのはもうすでにね、完成されていて、この原作を再現しようとする意味ってないじゃんと。これを公式が言ってるんですね。いよいよじゃあお前オリジナル作れよって話ですが、ここまで掛け狂いしておいて、インスパイア作品なんで、原作再現する気ありませんが、通ると思ってるっていう感覚が恐ろしいですね。これ公式ですよ。いやーすごいでしょ。少なくともこれ放題。掛け狂いベッドですからね。でもこの話って、もうまんまこれでしょ。若手のエグゼクティブはこのストリーミング戦争の中で、率先して人気のコミックや小説、これを再解釈しようとしているんだと。もうここで言ってるんですよね。だから少なくともベテランのね、脚本家というのは、この内情というのを見てきたということですね。そもそもなぜ原作をハイジャックするのか。マネーロンダリング。原作を再現することに意味がないと思うなら、他人の作品を本案するのではなく、自分自身のオリジナルのストーリーを作るべきだ。先ほどの記事によるとこれができないということなんですね。アニメにインスパイアされるのは別に構わないけど、だったら中途半端な実写化なんてせずに、最初から完全に別物として作るべきだろう。じゃあ見る意味がないね。だったらなんで最初から自分のストーリーを語らないの？そういう場合は、コンセプトだけを借りて、自分なりの作品を作ればいい。ちょっと原作の要素を匂わせる程度で十分なんだ。ちゃんとしたものを自分で作れよ。良作をめちゃくちゃにするなって話。まあでもそれが仕事ができる人とそうじゃない人の違いなんだろうな。そしてこちらね、前作になりますが、日本ではかなり辛辣な意見も多く、ひどいなこれ。原作へのリスペクトが微塵も感じられない。ネトフリはデスノートの失敗に何にも学んでねえな。こうね、西さんいますが、掛け狂いベッド視聴完了。すべての実写化を過去にするマジモンのゴミ。ネトフリでカナダ制作の掛け狂いベッド見た。オリジナルストーリーなのはウェルカムだったけど、原作の夢子の良さが消されているし、掛け狂いの一番の醍醐味であるギャンブルの駆け引きもほぼなかったのが本当に残念だった。先ほどのね、ロイ・プライスさんの言葉。読者の視点に立って品質にこだわれと。
もうまさにね、こういったことを言っているんじゃないでしょうか。私は